歩く茶釜。応永の頃、上州に小さいお寺がありました。和尚さんの趣味は茶道具を集めることでした。その日も和尚さんは町で珍しい茶釜を見つけました。店の人が言いました。和尚さん、それはダメです。呪いの茶釜です。夜勝手に動きますから、買った人はみんな怖くなってすぐ返しに来ます。和尚さんは信じませんでした。でも面白いと思いましたから、その茶釜を買って帰りました。小僧さんがたわしで茶釜を洗うと、痛い、痛い。と変な声が聞こえました。水を入れると、冷たい、冷たい。と声が聞こえました。和尚さん、この茶釜はしゃべります。小僧さんは和尚さんに言いました。でも和尚さんは信じませんでした。何を言っていますか。さあ、お茶を立てますよ。和尚さんは火の上に茶釜を置きました。すると、茶釜がガタガタ動いて足が出ました。それから手が出ました。そして、タヌキの頭が出ました。熱い、熱い。茶釜は幻術を使う古タヌキでした。和尚さんも小僧さんもびっくりしました。茶釜タヌキは慌てて元の茶釜の姿に戻りました。しかし、和尚さんは茶釜を縛って出入りのくず屋にあげました。何も知らないくず屋は喜んでその茶釜をもらって家へ持って帰りました。その夜、ガタガタと音がしてくず屋が見ると、茶釜からタヌキの頭と手足が出ていました。すみません。何か食べ物をください。10日ぐらい何も食べていませんから、お腹が空きました。くず屋は貧乏でしたが、親切な男でした。自分のご飯をタヌキにあげました。もっと食べ物があったらいいが、これだけだ。ごめんね。茶釜タヌキは元気になって言いました。じゃあ、明日から私が面白い曲芸をします。あなたはお客さんからお金をもらってください。次の日、くず屋は店の前に客を集めました。そして、茶釜たぬきはその前でいろいろな曲芸をしました。お客さんは喜んでたくさんお金を払いました。くず屋とたぬきはたくさんおいしいものを食べることができました。それから、くず屋とたぬきはお寺へ行って、和尚さんに騙したことを謝りました。今でも群馬県の茂林寺に、タヌキが化けた魔法の茶釜の伝説が残っています。